こんにちは。今回は久々にマインドマップの動画を撮っています。いろんなシチュエーションでマインドマップが使えると便利だと思いますので、今回は、急いで、人の話を聞きながらそれをメモに取るというような、シチュエーションで、作成しました。内容としては、例えば社内の研修を開催するのにあたって、その担当者から、私が説明を受けているというイメージです。なので、ペンをね、カチカチこう変えたりするのもちょっとうるさいし、そういう余裕もない感じなので、一色のボールペンで仕上げています。そして後から色をつけたりして、マインドマップのルールに従って、作成、仕上げていくという形になります。ミーティング議事録ですとか、セミナーを聞いている時ですとか、いろんな、ところで、この方法を使えると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回も iPad の手書き機能を使っていますが、普通の紙に、ペンで書いているというようなイメージを持っていただければと思います。まずセントラルイメージは ABC 研修という研修名を入れて、イメージ的には、絵的には、ちょっと簡単な紙を壁に貼ったみたいなのを私は書いたんですけども、そんな簡単な絵にしました。こういう時に使うようなセントラルイメージ、自分なりのものをいくつか持っておくと迷わずに便利です。またね、自分の前にあるものとか近くにあるものを適当に書いてしまってもいいと思います。研修会場は外部でやりますよっていうのと、あと荷物運ぶものがありますっていうので、私はプレゼントのボックスを書いて荷物というふうに表しています。パソコンを持っていくのか、持っていかない、その荷物に入れるのか入れないのか、というのを書いています。で、その研修の名簿についてですけれども、名簿は随時更新されますということですね。で、印刷はどのくらいするのか。オブザーバーの分、事務局の分などを言われたので記入しています。事務局6枚とプラスアルファ、役職のある人の分とか、そんな感じで枚数を確認していますね。で、G 分けって書いたのは、グループ分けについてですね。研修、グループごとの研修なので、グループ分けは何人にするか、どうやって分けるかっていうので、例えば部署ごとに分けるのかとか、男女比率とか、そういうのを記入して、この場合は所属を分けたりとか、あと男女をうまく散らばるようにですとか、そんなようなことを書いています。役職も分けるということですね。で、あと人数ですけれども、何人ずつのグループになるか。5人で6人のグループもありという感じに書いています。で、必要な備品については、言われたものを書いてる感じですね。メモリースティックですとか、クリッカーと差し棒ですね。こうやって黒一色で書くと見にくいって思うと思うんですけれども、後からね、色を変えるだけですごく、
見やすくなりますので、全く気にする必要はないです。で、アメチョコをカゴを持ってって、名簿とレストラン用の、紹介の紙を持っていくというのを書いてありますね。あとは研修後のアンケートについて、会社のシステムを使って、アンケートを集計していって、アンケートの提出のリマインドについては、リマインドもするということですね。で、事後課題がこの研修にはありますので、事後課題について、メールしてどこのフォルダに入れるですとか、そういうのを記入しています。で、こうやって書いておくと、もう終わったものをどんどんチェック入れていくと、何が終わったか終わってないか、前のね、動画のトゥードゥーリストでもありましたけれども、そういうのもはっきりしていきますし、漏れがなくなります。で、後で話を聞き取った後に、色をつけていきます。私はいつも色鉛筆でささっとつけていくんですけれども、セントラルイメージは3色以上あればいいので、黄色、ピンク、黒っていう感じで3色になってますね。で、こうやってブランチに線をつけるだけで、とても見やすくなっていきます。で、色鉛筆とかね、クーピーみたいなので書くと、薄い書き心地になるので、そのボールペンの字を、邪魔せずに、なんか、綺麗に、可愛く仕上げることができます。でもしね、人に説明するときも、ちょっとこういうのを見せながら説明すると、相手もすごいわかりやすいですし、私もよく、使ってたんですけども、マインドマップね、知らない人にも、こういうのを見せて、ここはこうですよって言うと、すごくね、納得していただくことができます。もちろんね、正式な場合はもうちょっと、ソフトを使ってきれいに書くですとか、別の方法があると思いますけど、社内のね、こう、やりとりとかでは、このぐらいでもちょうどいいかなと思います。それで終わったものを、こんな風にどんどんチェックを入れていって、何が終わって何が終わってないのか、漏れがないようにしていくと、ミスを防ぐことができます。私も本当にミスが多い、抜けが多い人なので、こういう風にやることによって漏れがなくなっていきました。で、まだ終わってないものはちょっと丸で囲ったりして分かりやすく分けておきます。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた。